1、2、3、水です。ランニングコーチの白方健一です。はい、ということで白方コーチ、前回どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回はそんな反発をもらったはいいけれども、その走りがもう上に抜けちゃって、こう浮いちゃって推進力に変わってない、私も結構やっちゃうところがあるんですけども、なので浮かない走り対策をぜひ教えていただきたいなと思います。承知しました。お願いします。お任せください。さあ、じゃあ浮かない走り、浮いた走りの話はね、前の動画でしていると思うんですが、浮かないっていうことは、水平に力が伝わるということがポイントになると思います。今日は3つほど教えしていきたいなというふうに思うんですけど、まずは股関節周りの動きですね、がしっかり使えるようにしていきたいと思います。これね、股関節周り本当難しいんですよね。やっとね分かってきたはいいんですけど、やっぱね股関節周りがなんか使えないって方に股関節周りを使うってすごいイメージしづらいんだろうなって。なるほど、そうですね、スクワットの動作、椅子に座るような動きから始まったりとか、分かりにくい方は手を股関節のところに置いてもらって、ここからぐーっと送り込んでいって、その時お尻にちょっと伸びを感じるようなポジションですね。今日はこれが一つポイントになります。そう、私は昔股関節うまく使えない時はスクワットもこうしてたんですよね。だからここにあんまなるほど、体だけ倒してるような感じ。そうなんかスクワットしてる感じはするけど、めっちゃ前ももだけ使ってたみたいな、そこにスイッチ入っちゃうっていう人はちょっと気をつけていろいろ注意しながら一緒にやっていきましょう。で、やる動き、目指す動き先にやりますね。目指す動きは上半身振って片足に荷重して、これをさっきの股関節使えない方っていうのはこう膝の使い方、さっき膝に体重乗ってましたけど、膝に乗って上に力が逃げちゃう動きなんですが、これをやりたい動きは地面を押して真横に。真横。そう。真横。そう。スケートみたいな。そう、その動きでもある程度できるんですけど、ちょっと膝がやっぱり少し内側入っちゃう。で、今やりたい動きとしては飛んで止めて、このパワーポジションと言われるように力をこうまた溜めて発揮できるポジションに持ってくる。サイドにジャンプして止めます。難しそう。ちょっと待ってください。ちょっとやってみましょうか。こう溜めて、溜めて飛んで止めるっていう感じ。溜めて飛んでいっちゃう。そう、止めきれてないっていうことですよね。なのでしっかり止めて、こっちの足でまた止める動作。これ内もも使う感じですか？質問なんですけども、これ股関節使ってで飛んだ動きで今度反対の足で今度止める動作をするときに横のラインを使ってしっかり止めて、また股関節を使う。ここも股関節を使う。なので、この動きでやると一石二鳥三鳥というか、こっちもやるしこっちも左右を使ってやるっていう。なおかつ飛んで止めるっていうことは、ランニングする時も飛んで止めるというか、コントロールするという動きなので、飛んだ加速度もキャッチできるぐらいの強度でやれると非常に実践的っていう感じになります。両足のスクワットポジションから飛んで止めます。両足のスクワットポジションから腕を振って止める。で、こっちも足をつく。そう。もう一回いきます。スクワットポジション。股関節を使ってスクワットポジション。で、逆だとそうですね。あとここでギュッとここの腸腰筋キュッとする感じ。そうですね。こっちお尻が伸びる感じを今度お尻をちょっと縮めるぐらいの感じね。でパッっていう感じですかね。で、これで蹴ってしまってたりすると前に行ってしまうので、できれば真横に飛んで止めるっていう動きが目指す動きなんですけど、ちょっと難しいなっていう場合は、まず片足で止められるところだけ作っていきます。で、その場合は上半身少し横に振って地面を要は押してあげる、股関節曲がって押すっていうところが大事なので、止める、前に止める、そうですね、こんな感じ。この動きがこの走る時にはどの動きにこうつながっていくのかなっていうところ。そうですね、足をついた時に、横の動きにしてるのは、いわゆる中殿筋とかこういった筋肉がしっかり入っていないと、負けてしまうというか、
安定した着地につながらないので、はい、安定して初めて体足を前に出す状態が維持しやすくなるので、はい、横の入れてます。はい、こういう落ち込みを減らしていくということですね。はい、筋肉を刺激して、はい、正しい動きを引き出すトレーニングですね。溜めたら素早く力に変えてあげる。ゆっくりやってしまうと、はい、ここに溜まった力があまり発揮しづらい。はい、ジャンプする時も早く沈んだ方が飛べるのと一緒で、はい、っていう風に。これ繰り返し何回かやった方がいいですか？そうですね。3回から5回ずつぐらい。はい、じゃあこれ白川さんの動きだけを1回取った方がいいですか？はい。じゃあその場でやりますね。はい。溜めて横、溜めて横、溜めて横。はい。溜めて横。溜めて横、ちょっと違うね。あ、でも良くなってきてますね。あとね、シューズもあるんですよね。フラットめなシューズでやると実はやりやすかったりしますね。はい。溜めて横、溜めて横でだんだん前出てきちゃうね。そういうことですね。はい。溜めてっていう溜めてる雰囲気があるんですけど、溜めるっていうのは屈曲の角度が深くなっていくことなんで、はい、上から下に下ろした時にお尻にこう伸びを感じてる段階までなんですね。溜めて横じゃないんですね。溜めてるっていう感じ。言ってるだけだった。そう。溜まってなかった。意思はすごく伝わってきます。そういうことですね。はい。でも難しいよね。言いながらやった方がいいかもしれないですね。そんなにいっぱい飛ぼうとしちゃうと、これに負けてしまうんで、横の力に負けちゃうんで、自分がコントロールできる範囲ですね。スキルが上がってくればいっぱい飛べるっていう風になるんだけど、まずはちょっとでいいんで、ここに戻る。あんまりだからこっちに持ってきすぎちゃうと次の準備ができないんで、浮く方の足は少し軽く。あともう一つお伝えしたい、結構重要なポイントでもあるんですけど、足の裏全体で押してあげたいんですね。つま先乗りすぎちゃったりとか、かかと乗りすぎることはあまり少ないかもしれないんですけど、くるぶしの下ぐらい、足のくるぶしの外くるぶしの下で押して飛んで止めるっていう感覚です。それでもちょっと前に多分荷重しやすくはなるんで、体倒してますから。そうするとお尻くるぶし意識すると、お尻が意識しやすくなりましたね。それがすごく大事かもしれない。じゃあ行きます。回して飛んで止めます。回して飛んで止めます。回して飛んで止めます。この動きがなかなか私みたいにちょっとできなかったり、もっとできない人いらっしゃると思うんですけど、これ何が弱いんですかね？そうですね。片足立ちで飛んだりとか、衝撃を吸収したりっていう動きが苦手だったり、お尻の横の筋肉はそもそもあまり活躍してないということなので、片足でレッグアブダクション、足を引き上げる運動でお尻を刺激するのが一番簡単な方法ですね。10回ぐらいやってみてください。溜めた時には股関節、腸腰筋キュッとした感じとお尻に力入っている、前ももは全然こう使ってる感じがしないですよね。このスクワットポジションの体重の乗せてる感覚ですね。でこれ私前スクワットやっぱり間違ったスクワットやった時ってもう前ももばっかり使ってたから、ここ前ももに今刺激入っちゃってるよって方はもっと入れてあげる、ここを入れてあげる、お尻もっと後ろっていうイメージですよね。そうです。ここの部分の指が挟まってくるよっていう感じだったりとか、なんか線があると分かりやすいですね。線につま先を置いてもらって真横に飛んでもらえばいいんですけど、前に乗ってる方は前に多分移動してしまうので、そういった目安を作っていただくと、より視覚的にも分かりやすいかなと思います。スピーディーに、かつ頭の位置が変わらないように水平に横にやっていく。そうすると足がもうちょっと伸びて、もうちょっと深い姿勢から始まってもいいかもしれない。浮いちゃう。浮くのと、あんまり横に飛んでないので、横にもうちょっと飛ぶ。もうちょっと、粘る。いいところに落としてあげればあんまり力いらないんです。で加速度あるんで膝乗らないようにポン止めて、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 止めて、止めて。いける人はもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ぶれない男ですね。もうちょっと。美しい。っていう感じ。なんか乗ることだけ意識してます。ここが美味しいなって、足痛くならないで、こうぶれないで済むところに落としてるだけなんですね。いいんじゃないですか。
気合い入れて、そういいところにつけてますよ。うん。感覚がだんだんなんかここにつけばいいんだって感覚が入ってくると大きくいけました。素晴らしい。ありがとうございます。バッチリでございます。チャレンジ。ここからの方がむしろ分かりやすいんですが、この動きがどう浮かない走りにつながるんでしょうか。そうですね。今飛んでいただいたのは基本横方向、横というか水平面ですね。水平面に力を伝えるっていう技術が体に備わってないと浮いてしまうっていうことになるので、こういう走りってことですよね。そうですね。ポンポンポン、上に作ったものを横に伝えるっていうふうにすると、すごくナチュラルにストライドが伸びていくという、力の伝達がスムーズにいくという感じなので、斜めに飛んでいただいたのもあんまり上に飛ぶというよりは、水平に飛ぶ感覚でやってもらっていいと思います。ありがとうございます。ちょっとプル動作っていう方に意識がいってる気がしたんですよね。プル動作どういうことですか。こういうこの三角形作るような動き。コンパクト。もうちょっと広げていいっていうか。広げていい。これぐらいの角度。